おお、すごい。武道キャリア45年、鉄の拳を持つ男、高石橋さん。変幻自在の蹴り技を持つ帯同家、中野哲司先生。仙台から JR 東北線で岩切へ合気道の道場へやってきました。おお、そう来ましたよ。あれ、これは寒いですね。鉄の拳を持つ男、高石橋。拳も今凍えてます。中野です。こちらがですね、よろしくお願いいたします。さあ行ってみよう。お邪魔します。おお、お世話になります。もうよろしくお願いします。世界的に有名な合気道家、リュウジ白川。あ、そしてこちらが阿部です。よろしくお願いします。先生です。実は白川先生と中野先生は仲良しなんですよね。今日は会いに来ました。よろしくお願いします。はじめまして、石橋と申します。よろしくお願いいたします。いつも動画で拝見してます。恐縮です。さあいよいよ道場へゴー。白川先生、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ようこそまたお見かけました。お待ちしておりました。立派な道場にやってまいりました。今日はですね、はい、黒帯ワールド、私一人ではなくて、はい、仲間を連れてきております。武道歴45年、高石橋さんです。はじめまして、よろしくお願いします。石橋と申します。よろしくお願いいたします。高さんといえば、I am Fist Loading これ Man。はね、もう白川先生、高さんの動画、あ、もちろんいつも初期の頃から黒いワールドでされていつも拝見しております。本当ですね。鍛錬すごい鍛錬。いや、あんなの形の種はもう全然まだだから。あの鍛錬なかなかできないですよね。もうあれだけ稽古で。いや、もうそんな褒めないでください。もう一人の方がすごい登場の仕方をしてくれると思います。どうぞ。帯同の中野哲司先生だ。はすごいな。嬉しいです。中野先生、ようこそ。いや、もうおいでくださいました。ありがとうございます。初めて白川先生の道場に来させていただいて、いや立派ですね。素晴らしい。天井も高いので何でもできますね。2回転ぐらい。大丈夫ですよ。い。さあ、世界の皆さん、リュウジ&テツージ&パカー。それでは最初のお題はこれだ。合気道と帯同、一体どうなる？合気道と空手、一体どうなる？というですね。白川先生、合気道といえば相手に掴まれた状態から始まるイメージがありますが、離れた距離から来るパンチや蹴りに対応する練習もあるんですか？そうですね。基本的に合気道の体系で稽古では組み手とかスパーリングってやらないんですよ。ですが、合気道的な動きですよね。それはもう個人対応になると思うんですよ。中野先生が例えば帯同でも帯同の動きを使った中野先生の動きとかあるじゃないですか。それと同じで、基本的にスパーリングとか組み手はないんですけど、合気道的技法を用いた白川龍二個人の動きみたいな感じで見ていただければと思います。すごそうですね。やっぱり合気道って剣の動きから来てるので、向き合ってこう戦うものではないんですよ。ですね、ですね。はい、そうだ。また剣の方が素手より前遠いですから、ちょっと怖いですね。もともと素手で殴り合うような格闘術ではないので。武器が並んでますもんね。そうです。ただ高さんあれですよね、やっぱり武道ファンとしては、合気道家の前に立ってみたいと。僕初体験なんです、実は。ね。そうなんですよ、そうなんですよ。それはもう実は楽しみですね。受け身ってやられたことある？いや、昔やってたんだけど、もう7年ぐらい僕で1回この間前回り受け身やっただけで目が回っちゃってすいません。本当そんなレベルです。今日は治療科の中野先生がいらっしゃいますので、もし目回ったり頼りにして腰痛めたりしたら先生が前危なかったですもんね。そうよかったですよ、あの時。それではまず武道歴45年の高さんから、果たして白川先生は空手にどう対応するのか。はい、お願いします。はい、始め。はい、じゃあお願いします。いや、どうしよう。例えばああ、これ今目にくるのね。
目に狙いました今。なんですか？目に来たよ。こう入ってったら。おお。分かんなかった。すごい。これやられちゃうともう入れなくなっちゃうんだよね。あ、でもタカさんがそれにちゃんと気づいたから、なるほどね。はい、どうぞ。あ、すいません。続行。あとどうなんだろう。例えば。おお、ほら。今落とされましたからね。しっかり。落とされましたから。今手でいって。おお、すごい解説が。さすが。あ、でも。おお、すごい。全部食べされちゃう。これ怖いな。これ怖い。もうこの前に入るとこっちも怖い。はい、オッケーです、オッケー、どうぞ、持ってください。すごいやっぱり。なるほど。タカさん、こっちから何も起きてないように見えたんだけど。これね、違うんですよ。だからいつも言ってんだけど、この横からこうやって撮ってんのと、例えばですよ、こうやってこうやっていられるのって、もう全然次元が違いますから。今白川先生はさばいたんですか、中さんの攻撃。全然さばかれてますよ。で、最初のこれもちょっと入ったかと思ったの。そしたらね、もうね、どっちだろう、こっちで、でこれでこう来てるんで、やっぱりこれ切るんだったら、で、あとパーンと切りに行った時もここしっかり。なるほど。距離感的にはいけるぞっていう距離だった。これ2種類あって、例えばフルコンの人だとすると、僕もちょっとフルコンずっとやってたんで、例えばこの辺からバンバンバン、でもそんないないですよね。いないですよね。で、いないんでおそらくダメだなと思ったんで、いや、この伝統式にタンパンパンっていうこれで言ってみたんだけど、おそらくそれを今もうカウンター入ってますから、だから逆に難しいんですよね。フルコンの場合ってこの辺まで、もうこれほら結構なるほど、前が遠いじゃないですか。これ白川先生の方からすると、ずいぶん落ち着いてですね、本当に師匠のようにさばいてたんだけど、白川先生からすると、今の動きどんなイメージでした？出入りですよね。間合いを実は詰めておりまして、ここのローキックとか切りやすいですよね。そうですね。来た時にいつでもカウンターできる間合いだったので、あえてこうやって出してなかったんですよ。来た時にパーってカウンターで合わせる距離だった。だから僕もそうだろうなと思ったんで、いわゆる伝統式にちょっと間合いを取っといて、ずっと距離を間合いで詰めてますから。でもそうですね。間合いが開けば開くほどこの距離で縮める時にやっぱり時間かかっちゃうんで、でもそこ僕ねまだできないんですよ。縮地じゃないけどね、ここが動いてないようでこうやっていくっていうのもね。見事。でも面白い。僕のレベルであえてガード顔面より下段来るかもしれなかったので、構えも上で構えないで下で、あとずっと全身を見ながら来た時に間合いが遠いんですよね。本当にだから遠いからおそらくここからこう持って蹴るのもなかなか今押されちゃうだろうし。これでも白川先生はいわゆる合気道の技っていうのを今は出してなかったと思うんですけれども、出そうと思えば出せるっていうタイミングだったんですか？いわゆるこういう合気道的な投げ技とかじゃないですよね。やっぱり空手のなるべく空手をさせないような。させないね。なるほどね。でおそらくですよ。おそらく今の経験で、例えばパンパンって入ってもうここに行っちゃったら、で僕もついてって止まっちゃいついちゃってですね。そしたらおそらくその瞬間にどっかもうなんかこれなりなんか掴まれてドーンってやられちゃうだろうなと思うから余計入ってきたんですよ。なるほどね。わかりました。哲司。中野先生、今のこの2人のね、ちょっと目流しで言ったら変ですけども、見ててどうでした？なんか感想ありますか？そうですね。タカさんが素晴らしい感想をしてくださってたんですけど、やっぱり入るタイミングに白川先生がこうパッと入るんですよね。あれがやっぱり怖いですよね。もう出鼻をこうくじくタイミングにさっと入るので、これはまさにあれが合気なのかなっていうふうに、ちょっと私は合気道のこと詳しくわからないんですけども、このタカさんが入ろうっていうその肝のところにこうパッて合わせてるのを見て、これが合気道なのかなと思って見てました。でもちょっと中野先生は今はちょっと実は反応速度の問題だったので、中野先生には同じ手はちょっと通用しないですね。反応速度、
言っちゃうと中野先生はね、タカさんより20歳も若いわけ43歳でございます。若くてイケイケの怖いですね。ちょっと中野先生は異次元のそれでは哲司、哲司やれんのか。やれるのか頑張ります。頑張ります。これでも僕も想像つかないのでじゃあお互いに礼。はい、始め。はい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 ってなんか緊張感ありますね。いやいやいや、どうでした中野先生。やっぱり掴まれたら終わりなんですよ。合気道家の方とやると掴まれたらもう終了なので、その緊張感が楽しいですよね。なんでなかなかじゃあ逆にあんまり入っていけなかったってことなんですか。それは入りづらいですよね。私たちもついたり蹴ったりするときに頑張ってすぐ引いたりはするんですけれども、もう肉を切らせてじゃないですけど、当ててそのままスッと引き込まれて投げられたり決められたりすると、もうまたうつ伏せにされて制圧されちゃうので、いやそれがまあ見えるってことなんですか。こうなったらそうですね。やっぱりこう懐が深いというか、ふわっと動くので確かに。でも意図になく中野先生がちょっと息が上がってるっていうか、そうですね。普段全然ね、やっぱそういう龍神これは今私はもう中野先生の動きがやっぱりどう来るか分かんない。最初目慣らしとしてちょっと逃げ回ったように見えたんですけど、中野先生の動きがどう動くかっていう目の反応速度ちょっと目慣らしをしてたんですよ。でやっぱ速かったのでなかなか入っていけなかったんですね。で目が慣れた頃に今度は手が届く距離でやったんですけど、なかなか触らせてくれないのでこっちも疲れますよね。逆にこうちょっとこう触られる前に手を持っていってこれをこすってやると、これでもちょっとお互いでちょっと多分遊んでて楽しかったっていう感じですよね。もしこう触ったらどういう技が出せるんですか。触ったらまあこうやってたり、あるいはまあ触った距離によってはもう中野先生のパンチが来るかもしれないので、ただちょっと触れるかなっていう周りのチェックですよね。中野先生変幻自在なのでどっから来るか分からないので容易に近づけないんですよ。それこそもう本当一発当たってもいいから組みつかないともう多分無理ですよね。なるほど。でもその一発がもうそれこそ差し木でかかととかつま先でパーンってやられたら終わりなので、なかなか今入っていけなかったですね。掴まれたら怖いですね。でもさすがに中野先生の蹴りを掴むのは無理でしょう。白川先生は足も掴みそうな雰囲気ありますよね。は普通の合気道家は足掴まないですよね。そうですね、なかなか難しいと思う。でも中野先生だと予測不可能なのでちょっと掴む、なるべくもう戦わないですねだから今みたいにちょっと様子見ないと容易に近づけないです。白川隆二先生の合気道新シリーズ2023、まだまだ続きます。次回をお楽しみに。合気道を味わおう。そして2022年の名場面集を合気道新部連成塾チャンネルで公開中。そちらもぜひご覧ください。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。